こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は自分を優先させることに罪悪感を抱かないで、なぜそう言えるのかというタイトルでお話しします。今回は自分にとって大切な人のためでも、自分が潰れてしまうほどの自己犠牲を払って尽くすことをしてはいけないという話です。相手を助けられない自分を情けなく思ったり、罪悪感を抱いたりしなくてもいいということです。大切な人というのは、例えば家族の誰かです。家族メンバーの一人がレールから外れてしまい、望ましくない状況に陥ったとき、家族間で大きな問題が発生します。その一人のせいで他の家族に大きな負担がかかったり、迷惑になったりして、家族全員が悪影響を受けることになります。望ましくない状況を起こす原因は家庭によってそれぞれ違います。よくある例として挙げられるのはアルコール中毒や薬物依存です。普段はいい人、素敵な人なのに、アルコールや薬物という毒が一旦体に入ってしまえば、人が変わったように荒れ狂って周囲の人たちに危害を加えます。本人が悪い状態になるだけではなく、近くにいる家族にも被害が及んでしまい、どう対処したらいいのか困った状況になります。こういう場合に家族なんだから家族内で助け合い、どうにかしてその人の面倒を見て事態を改善させようと思います。血のつながりのある関係なら自分が何とかしないといけないと責任感のようなものを感じてしまうこともしばしばです。子供がおかしくなれば、親は親として子供がきちんと元の状態に戻れるようにしないと思います。また親が問題になった場合にも、子供なんだから親のために尽くさなければいけないと感じます。問題を持つ家族に寄り添って、早くその人が良くなれるよう、一生懸命頑張ります。しかし自分が精一杯尽くしても事態は改善されるどころか悪化していくこともあります。最初のうちには自分も元気、多少の困難は対処可能です。でも長い間悪の状況がずっと続いてさらに悪い方向へ進むようなら自分の我慢や体力も限界に近づいてきます。困った家族をサポートしながら自分の生活を成り立たせるのが困難になって自分自身も潰れてしまいそうになります。このような状況になれば人は大変苦しみます。大切な家族なんだから助けてあげたい。しかし家族を助ければ自分が潰れてしまいます。自分が壊れないように自分をかばえば家族を助けてあげることはできません。理想的には家族も助けて自分もダメにならないよう両立できることが望ましいです。でもそれは無理で、どちらか一方を取らなければという事態に迫られます。自分を優先させるのか、それとも家族を優先させるのか、決断は人それぞれです。ただ日本には自分よりも家族を優先させるという価値観を持つ人が多いです。同時に自己犠牲が美徳だという社会風潮も強いです。そんな背景もあり、自分が崩れそうな状態になっても、絶望的な悪の環境から離れられない人もたくさんいます。自分を優先させて家族から離れることは、家族を見捨てる裏切り者と考えるからです。
そんな自分は悪い人間であり、軽蔑される存在だと考えてしまうからです。しかし、このように考えて問題ある家族を優先させ、自分を潰してしまうのは賢い選択だとは言えません。家族であれど、自分が壊れてしまうほど無理をして、他の人を助けようとすることは適切ではありません。その理由は、自分がしっかりしていなければ、相手の役に立つことは不可能だからです。助けてあげたいという優しい気持ちは美しくても、現実的には自分が壊れてしまえば、自分がその人を助けることはできなくなります。助けてあげるのは自分があってこそできることだからです。自分が悪の環境により大変苦しんで壊れてしまえば、家族メンバーを助けられるどころか、自分も周囲に迷惑をかける存在に変わってしまいます。自分が潰れたら家族全滅にもなりかねないんです。このことを理解するために分かりやすい例があります。飛行機に乗って旅行する際、搭乗直後に機内安全ビデオが上映されます。万が一のため酸素マスクや救命胴衣の使い方、緊急脱出の方法などを説明するものです。その中で、酸素マスクが降りてきたらお子様にマスクをつけてあげる前に、まずは大人が自分のマスクを着用してくださいというものがあります。このメッセージは非常に重要です。親ならば気持ちとしては子供が酸素切れにならないよう、まずは子供にマスクをつけさせることを優先したくなります。しかしこれは大きな間違いです。このマスクは簡単につけられそうですが、やってみるとなかなか難しいです。きちんと着用できているか確認するのに多少時間もかかります。緊急時では焦りの気持ちもあって、普段は簡単にできることでも手が震えてさっさとできません。そうこうするうちにマスク着用をまだしていない大人の方が酸素切れになり、頭が朦朧としてきます。酸素が薄くなり、何をしているのかわからなくなり、正しい判断ができなくなります。すると自分自身のマスク着用すらきちんとできなくなってしまうんです。こうなれば子供を世話するべき大人が役に立つどころか、人の手を必要とする存在に変わります。大人を頼りとする子供も助けが必要になっても適切なヘルプをもらえなくなります。最終的には大人も子供も両方とも全滅する羽目になるんです。これは悲惨な結果だとは思わないでしょうか。大人がまずは自分のマスクをきちんとして、自分は酸素が十分あり、正しい判断もできるし、正しく行動もできるという状態になることが必要です。自分は大丈夫だという状態に慣れてから、初めて子供を守るために、子供がマスクを着用するよう手助けをするべきです。この例は、飛行機の搭乗の際のみならず、困った家族がいるために自分を優先させるのか、それとも家族を優先させるのか考えるときにも有効なものです。自分が潰れてしまい何もできなくなったら、困った家族を救えるどころか、自分も誰かに助けてもらわないと生きていけなくなります。自分もダメになってしまい、家族も救えなければ、家族全滅状態にもなりかねません。愚かなことではないでしょうか。こう考えれば、まずは自分か、それとも家族か、どちらを優先させるのかは明らかなはずです。自分よりも家族を優先させるべきという価値観、自己犠牲が美しいと思われる社会風潮、こういう背景があれば、自分を優先させることに罪悪感を抱く人も多いです。でも、どんなに罪悪感を抱いたところで、
どんなに自分を情けなく思っても、現実的には何も事態は変わらず良いことは起きません。家族を助けられない自分を責め立てて嫌な気分になっていれば、不快なネガティブ感情に襲われるだけで建設的なこともできなくなります。いくら自分を責めても今ある問題が解決するわけではありません。ただただ自分が惨めな気持ちになるだけで、その結果改善させることは何もありません。自責の念は自分を苦しめるだけでろくなことは起きません。それよりも罪悪感により自分の心的エネルギーを不必要に外に漏らすよりも、できるだけ早くに自分を充電させるよう努めた方が賢明です。自分自身がまずは元気になり、エネルギーが溢れる状態になれば、有り余ったエネルギーを他の人に費やすことも可能になるからです。今までは自分自身も疲労していて、家族のために頑張ってもできることは少なかった。でも自分を優先させて自分を元気にしてあげれれば、自分は他人に迷惑をかけることは一切ありません。さらに自分を満たす以上にエネルギーレベルが高まれば、他の人を助けるための力も出てきます。そうなったら有り余ったエネルギーで人の役に立つことも簡単にできます。自分をすっかり満たした後に近くにいる困った人を助けてあげようと思った方が現実的であり達成もしやすいんです。だからまずは自分を優先させることに躊躇するのはやめた方がいいです。自分が先か、それとも家族が先か、どちらか一方だけしか満たせない状況下では、なかなか意思決定ができず、困惑する人も多いでしょう。でもこういう場合には罪悪感を抱くことなく、まずは自分を優先させた方がいいです。自分がしっかりして自らの足できちんと立つことができるようになってから、初めて近くにいる人を支えることを考えた方がいいです。自分が自分を支えられない状態で他人を助けようとしても無理があるからです。自分を支えられないのに他の人を助けようとすれば、自分も潰れて他人も一緒に潰れてしまいます。共倒れ状態を作り出すだけです。それよりも自分がしっかりすることを最重要課題にして、まずは自分を優先してあげること。自分に力がついたなら、その後余力で近くにいる大切な人に手を差し伸べてあげることです。この順番は非常に大切です。自分か他人かどちらかしか選べないときには、まずは自分を選びましょう。そうする自分は悪い人間だと思わなくていいです。共倒れするよりも、まずは自分を助けて、自分がすっかり強くなってから、近くにいる困った人を助けてあげましょう。ということで今回は、自分を優先させることに罪悪感を抱かないで、なぜそう言えるのかというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。